どうも、単独歩行者です。私事ですか？いや、雑談している動画なので常に私の話しかしていませんが、そんな話はさておき、車探しが難航しています。いつぞやの動画でも紹介した911を昨年末に売ってから良い車を探しているのですが、なかなか見つかりません。次は少し落ち着いてマカンを購入しようと考えているのですが、ポルシェはあれもこれもオプションという感じで中古車を探す際に欲しいオプションの組み合わせが揃っていて、かつ低走行のものとなるとなかなか見つからないんですよね。なんとマカンは後部座席のエアコン吹き出し口がオプションなので、購入を検討している方はその点も確認しておいた方が良いかと思います。ポルシェはそのうちタイヤもオプション、ハンドルもオプション、シートまでオプションにしてくるのではないでしょうか。またそんな状況に加えて少し予算オーバーだったりして検討に時間をかけていると、翌週には売れてしまうということが続いており、未だに車を購入できていない状況です。そんなわけで今はパニガーレ短期で日々を乗り切っている状況が続いていますが、実はこれまで溜まっていたことがあります。これまで2年以上パニガーレに乗り、様々な場所へツーリングしてきましたが、正直言ってパニガーレでツーリングするのめっちゃ辛いわ。甘えんじゃねえという声が聞こえてきそうですが、何がそんなに辛いのかいくつか挙げてみます。パニガーレというよりも SS を購入してツーリングを楽しもうと考えている方はぜひ参考にしていただければと思います。一つ目は渋滞が辛いという点です。これはパニガーレ特有の問題かもしれませんが、ゆっくり走っているとどんどん水温が上がり、ある数値を超えるとメーターに水温がやばいといった表示が出るようになります。その他にもエンジンチェックランプが頻繁に点灯するなどの不具合も多く、渋滞などで水温が上昇するような状況にはまると精神衛生上とても辛いです。基本的には渋滞にはまるような時間帯を避けて移動するようにしているので、早起きできなかった日はツーリング先の選択肢がかなり限られてしまいますね。2つ目はガソリン代が辛いという点です。パニガーレに限らず SS は燃費を気にして乗るようなものではありませんが、最近ガソリン代が200円を超えたという話題もあり、満タンにしても 200km ほどしか走れないのは正直辛いです。私は基本的にソロなのでそこまで気になりませんが、ロンツーの際は頻繁にガソリンを入れなければならないため、もし同行者がいる場合は気を使うことになるかもしれません。それにしても廃屋高すぎ。昔に比べるとガソリン代がほぼ倍になっている気がしますが、バイクや車で遊ぶのがどんどん難しくなっている気がします。皆さん燃費は気にされていますか？ぜひコメントで教えてください。3つ目は姿勢が辛いという点です。姿勢に関しては言わずもがなな気もしますが、結構前傾姿勢なのでロンツーの時などはかなり辛いです。私の個人的なポリシーで SS にパニアケースはつけないと決めているため、荷物はバックパックに入れて持ち運んでいます。そのためパソコンを持ち歩いている時などは肩が終わります。工夫次第で辛さを軽減することはできるかもしれませんが、いずれにしても長距離移動で楽な体勢ではないことは確実です。ロンツー目的でパニガーレを検討している方は一度冷静になって考えてみることを強くお勧めします。と、本日はこんな感じでパニガーレでのツーリングが辛すぎるという雑談をしてみました。まあここまで書きましたが、 SS 乗りにとっては当たり前の話で、あくまで戯れなのでネタとして受け取ってください。とはいえパニガーレ1台だと不便なシーンも多いので、お金に余裕のある方は複数台を使い分けるのが良さそうです。確かに SS でロンツーは辛いと思った人はぜひいいねを押してください。 SS でロンツー辛いは甘えと思った痩せ我慢レベル100の猛者はバッといっちゃってください。また動画も上げますのでチャンネル登録していただけると嬉しいです。 X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。ではまた次の動画で。